僕らはもう100キロ200キロ買えたら1トンとかぐらいのレベルで買うんで。
これで言うと70本から80本、重さで言ったら400キロぐらい。小さいのも同じぐらいだから1日800キロ、多い時で1トンとか。何枚やった？やったの？小さいものは削り節屋さんに持ってって削ってパック詰めにするとか、一番最高級の本枯節に多分いかないやろうなっていうものに関してはちょっと避けて切った段階で選別してるっていうの。このチチコにカツオの心臓があるんですけど、チチコって呼ばれるんです。そうだね。持っていくやったら大きいのとちっちゃいの分けんでもかも。
階層になってるんですよ。一番下の階が熱の伝わり方が強くて、一番上になると弱くなります。これがこの下の階で、はい、こっちがこの上の階なので、タールとかがこう煙とか付着してこれぐらい黒くなるので、身の水分を飛ばしていってるんですけど、ある程度までいくと飛ばなくなっちゃうので、一回出して休ませるっていうんですけど、全部含めたら多分1ヶ月ぐらいはかかるんじゃないかなと思います。これがこういった出来上がりのものになるんですけど、硬さとかもかなり硬いと思うんで。もんでつくようにしてます。身を何かに使うんですか？これはね、業務用の脱脂やから今粉砕して使ってるみたいですね。もうないけど、新聞削りにする。
感じになる。うちの父親がね、戦後帰ってきて、最初はね、子供が住んでるところがあるの、そこでやってた。ほんと狭いところでね、ここはいつからですか？小学低学年の頃に、大きい台風が来て、その台風で飛ばされて、で、この建物なんですよ。後で我慢してね。
でその後にカビをつけるっていう作業ですね。アスペルギルスグラウクスっていう鰹節専用のカビを使ってます。そのグラウクスさんだけつくように菌を噴霧してるし、管理状態とかもきれいに気を使ってるって感じです。6月のいつ？鰹節の中の水分を食べてカビが成長するんですけど、でカビが脂肪分を分解して、その雑味を消していくみたいな、プラスその水分食べるんで凝縮していく、水分が減っていくんで、半分カビが死んで、その生きてるカビがまたその死んだカビの上に層を作っていくみたいな。で1層2層3層4層で4番カビってなって4層目ができたなみたいな、そんな感じの目安イメージです。これでね。乾いた頃に取り込んで、もうそのまま袋に詰めて。
カレ本節削りに関してはやっぱそのままでも美味しいんで、あったかいご飯の上にカレ本節だけかけて食べる、調味料一切なしで、食べていただきたい。熱とかで鰹節の味とか味わいとかも変わるんで、鰹節だけ食べた時の味とあったかい温度のものと食べた時の味の変化とかをこう感じながら食べてもらうともっと面白い食べ物になるかなって思ってます。